いやもう久しぶりにマイク片手に喋っておりますけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。いやもうめっちゃ久しぶりなんで絶対にねろれつ回らなくて噛むと思いますけれどもご容赦ください。はい、ということでね、今回の趣旨はねスピリチュアルジャーニー in アメリカということでやっていきたいと思います。そんな趣旨でね話そうと思ってるんですけども、なぜかね後ろの動画はね私が以前作ったたこ焼きの動画になっております。全く関係ないね。もちろんこのたこ焼き動画もいつかアップしようと思ってたんですけれども、知らない間にね、格納されてたという悲しい歴史を持ちます。そんなねかわいそうなたこ焼き動画だったんですけれども、全く予定外のところでね、輝きを取り戻すことになりました。いや多分ねこのたこ焼き動画よりも私が今から話そうとしているネタの方が需要がないように思えてきたわ。はい、そんな感じでございますけれども、一応おばさんのくだらないネタだと思って、聞いていただけると幸いです。ご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、私がなんでねアメリカに行ったかっていうお話をまずはしていきたいと思います。ただねこのお話は過去のね私がしてたゲーム実況の中でもね細かく話をしていましてねこちらの方ではねかなり短くお話をしますけれども、もしね詳細の方を知りたいなって思う方がいらっしゃるのであれば、私リンク貼っておりますのでねそちらの方に行っていただいて聞いていただけると幸いです。もうなんだかんだ2年前の話になるんですけれども、コロナ真っ最中の時でしたね。はい、そのぐらいの時期にね、なんか私自身に異変が起きまして、知らない人の声が聞こえるようになっちゃったんですよ。いやうふふじゃないわ。もう今だからねこうやって笑って話せるんですけど、もうその時はね全てがめちゃくちゃになったような感じでしたからね。もう本当にだから現実的に生きてる私がこんなことになるなんておかしいなと思ってちょっと病院に行ってみようかなって考えたんですけれども、でも精神的にやばい状態だと気づかないって聞いたから、多分私病気じゃないんだろうなと思って行くのをやめました。そんな感じで多分精神病じゃないと思って一旦気を取り直しまして、声が聞こえることもねちょっと気のせいかなと思って、意識しないようにしてたんだけど、なんていうのかな、なんか寝てる時と起きてる時の間ぐらいのところ、なんかまどろみを感じてる時ちょっとなんて表現するかわからないけど、そのぐらいの時にねなんかめっちゃ喋ってくるんですよあいつら。あと夢の中でも全く同じ声の人がいろいろ言ってくるわけですよ。なんか最初はいきなりよくわかんないキーワードみたいなのを言ってきて、で調べていくとなんかいろんなことに結びついちゃって、いつの間にか自分の知識になって固まってくるみたいな、そんな感じ。ちょっと表現下手くそですいませんけどもそんな感じです。とこのようなことが起こりまして、そんないろんな声が聞こえる中で一番のね、メインで私のことをサポートしてくださった声の主はですね、なぜかネイティブアメリカンだったんですよ。そのネイティブアメリカンと思われる方の声を受けまして、いろんなね世の中の、仕組みというか断りというかね、そのようなこともいろいろ知ることができたという感じでございます。でその後に、自分自身の魂の声につながりまして、なんでかわからないけど、今はね自分の魂とね頻繁に会話している感じになっております。いやね、今こうやって冷静に話してるけど、もう本当大変だったんだから、もう一人で取り乱したりね、もう毎日毎日泣いたり笑ったりいろんなことしてねなんていうのかな、自分自身の総立て直しみたいな感じでしたね。今まで自分で作り上げてきた価値観とか考え方とかをぶち壊されたような気分でしたからね。そんな感じになっちゃったので、今もう立て直してる途中なんですよ。その作業がなんか大変でね、結構いろいろとこう自分なりに考えてはいるんですけどね、難しいなと思ってるところです。ということでちょっと話は戻りますけど、私の声の主の一人でもありますネイティブアメリカンの方がですね、とある場所に私が行くと約束をしたと言ってきたんですね。いやもうそんなこと約束してねえからはーってなってたんだけど、何とも言ってくんだわその声の主がね。じゃあどこいるんですかって聞いたらね、私のいるところだよって言うんで、その声の主はネイティブアメリカンだって言ってたから、もうアメリカしかないじゃんってなるじゃん。だからアメリカって決めましたよ。いやでも言ってもアメリカって広いじゃん、すげえ。
どこのどの部分って話じゃん。そしたらヒントくれるから自分で探せって言ってね結構厳しめなんだその声の主はね。そんな感じでヒントをたどっていきましたらね、ニューメキシコ州タオスってところにたどり着いたわけでございます。いや、そのタオスって場所に行き着くまで何度もねいろんなとこ往復したんですよそれまで聞いたこともない土地の名前でしたからね、もう本当それは大変でした。それだけ私のアメリカに対する認識っていうのは非常に低いってことなんですけれども、いやだってますます大人になるとさ、興味あることしか勉強しないじゃん時間もないし。だから興味ないことは学生の頃に習った話ぐらいで止まってるってやつあとはなんかニュースで流れてくる情報を知ってますぐらいでさ、でもこうやってね声が聞こえてしまったらね、強制的に勉強させられたって感じになってますねいやね、アメリカはもう3回ほど旅行してまして、もう多分一生のうちに行かないんじゃないかなって思ってたんですよね。っていうかね、私台湾に行きたいと思って、コロナ前にね、パスポート取りに行ったんですよでもその後すぐにコロナになっちゃって行けなくなったんですけど、いやでもまさかコロナが終わってねすぐにアメリカに行くなんて全然想像してませんでしたからね私は台湾に行きたかったんですよ本当は。はい、ということで、私がねなぜアメリカに行ったかという理由をね、述べさせていただきました。次回からようやくねアメリカ編ということでねお話をさせていただきたいと思いますので、またねこのようなお話に興味がある方はねぜひお立ち寄りください。いや見えないものに気づくってなかなか難しいことだよね。